皆様こんにちは。シトラスハンドメイドサラです。今回はアフリカンフラワー、すごい可愛いお花、これを編んでいきたいと思います。私個人的にね、すごいこのはっきりした色が大好きなので、このお花本当お気に入りなんですけれども、こんな感じでね。そうでもこれね、糸の色を変えるだけでこんな感じ。こっちパステル系のね、こういうお花なんですけれども。ね、色を変えるだけでこんな感じで雰囲気変わってきます。こっちはね、こう縁も色を変えてみたんですね。でこっちはね、パステルの方は縁もね、花びらと同じ色で編みました。こんな感じでね。で太い針で編んでいくとこういう風に大きなものが出来上がります。使ってる糸は同じなんですけれどもね、こっちは細い針で編んだのでこんな感じでね、しっかりした出来上がり。大きい方はね、ちょっと柔らかい感じ。こんな感じでね、ちょっと変化が出てきます。でこのお花ね、こんな感じで外側をつけると、四角のね、これちゃんとまだね、アイロンかけてないのでちょっとひらっとしてますけれども、こういう風にね、四角の外枠をつけるとスクエアのモチーフね、これをいっぱいつなげていくと、ブランケットとかね、カーディガンとか、いろんな作品、大きな作品も作ることができます。毛糸とかもね、ウールとかアクリルとかコットン毛糸とか太めのね、毛糸使うと本当大きな作品が出来上がりますのでね、いろいろ作ることができます。私がね、最近作ったのはこれです。これはね、くるみボタンにこう編み込んでるんですけれども、可愛いですよね。でこっちのお花は花びらが8枚、こっちは花びらが6枚。こういうふうにね、花びらの数を変えるだけでもまた変わってくるのでね。で花びらのね、数はこの最初のね、作るところの数を変えるだけなのでとても簡単なのでね、是非皆さんお好きな糸とお好きな花びらの枚数、あとお好きなね、針使って一緒に編んでいきましょう。はい、それでは早速編んでいきたいと思います。今回はですね、こう分かりやすいようにこういったちょっと太めの糸を使っていきたいと思います。さっきのね、こういうモチーフを作る時はこう細いレースヤーンとかで編むとこうちっちゃい作品ができるし、こういう太い糸を使うとね、大きなブランケットとか、あとカーディガンとかね、そのお洋服とかになるものが作れますのでね、お好きな糸を使って編んでみてください。またね、出来上がりもちょっと比べてみたいと思いますね。はい、で私はね、最初の輪っかを作る時はいつもこう糸をですね、3本の指にかけて人差し指 U ターンさしてきて、親指と中指押さえて、薬指と小指で後ろの糸を押さえておきます。でこんな感じで編んでいくんですけれども、中にはね、最初の輪っかを作る時だけ指でもやっちゃう方もいらっしゃいますね。こんな感じでここをくるんと刺して、この輪っかに紐を入れていく、なんか結ぶみたいな感じですね。でこれでこの輪っかからこうスタートさせていくみたいな。最初はね、お好きなやり方で大丈夫なので、輪っかをまず作っていきたいと思います。最初の輪っかですね。まず糸の下から針を通してくるんと刺して、根元を持ってまた糸をかけて引っ張ってくる。これで最初の輪っかができました。ここから、鎖編みを4目編みたいと思います。鎖編みを4目、ここからいきますね。鎖編みなのでかけて輪っかの中を通ってくる。これで1目かけて輪っかの中を通ってくる。かけて輪っかの中を通ってくる。これで次で4目ですね。分かんなくなっちゃった場合はこの裏ですね。裏のこのお山を数えると1、2、3、4つあるのでね、 OK です。そう裏のお山を数えると何目編んだのか分かります。でこの4目
一番最初のこのお山編んだお山の中に入れていきたいと思います。この針をかけたまんま一番最初のこの裏側のお山ですね。一番最初のお山に針を通す。で糸をかけて引っ張ってくる。こんな感じですね。そうするとこういう輪っかができます。ね、この輪っかがちょうどこのモチーフでいうとこの最初の輪っかですね。ここからどんどん編んでいきます。はい、で輪っかができたらここから、鎖編みを一つ編みます。鎖なのでね、ここから引っ掛けて引っ張る、これが鎖編みですね。でここから細編み一つ編みます。細編みなので輪っかの中に針を入れて、でこの後ろのねピヨンっていう糸も一緒に編み込んでいきます。なのでね、針に糸をかけて、外のね長い糸をかけて引っ張ってくる。で2本かかったのを確認したら糸を引っ掛けて一気に引き抜く。これが細編みですね。で鎖編み細編みってなので、次鎖編み2目上がってきます。鎖編みを2回編みます。1回2回こうですね。で鎖編みを2回編んだら今度は長編みです。長編みというのはここから最初に糸を引っ掛けてから輪っかの中に入れます。で今このね後ろのピヨンとした糸も一緒に編み込んでいるので、忘れずに糸に針にかけたら糸を引っ掛けてきて引っ張ってくる。これ3本ありますね。3本のうち糸を引っ掛けて2本だけ引き抜いてくる。また糸をかけたら2本だけ引き抜いてくる。これが長編みですね。で今最初編んだところ、次編んだ長編み、これでねワンセットって数えます。最初長編みじゃなかったんですけれどもね、この立ち上がりこれを1と数えて、この2つでワンセットで、次鎖編みで1つ、鎖編みを1つ編んだら長編みを2つ入れます。引っ掛けて輪の中を通ってしっかりこのねピヨンとした糸を針にかけてあげてから糸を引っ張ってくる。で3本あるのを確認したら糸をかけて引っ張る、糸をかけて引っ張る。これで長編み1つ、もう一回長編みを編みます。糸を引っ掛けて輪の中を通って後ろの糸を引っ掛けて、糸を引っ張ってきたら3本あるのを確認して2本一気に引っ張る、また2本一気に引っ張る。これで長編み2つできましたね。で最初の2つでワンセット、鎖編みを挟んで次の長編み2つ、これで2セット目です。今だから2セットできた状態で、今度3セット目に行くんですけれども、必ずね長編み2つ編んだら鎖編みを入れてあげてください。間にね。でまた長編み2つ編みます。よいしょ、3本あるのを確認して2個糸をかけて輪の中を通って、これね後ろのピヨンを忘れずにかけてあげて引っ張っていく。で2個引っ張る、2個引っ張る。長編みを2つ編めました。これで3セット目ね。分からなくなっちゃったらこの最初から数えてキュイーンってこうちょっとこうカーブを描いたら、これが一番最初ですね。1、2、これで1セットで鎖編み挟んで1、2、2セット目で、また鎖編み挟んで長編みが1、2、これで3セット目。次は4セット目に行く前には必ず鎖編みを1つ編んであげて4セット目の長編み2ついきます。こんな感じでね、長編み2つ鎖編み1つ、長編み2つ鎖編み1つね、長編みの2つの間には鎖編みを必ず入れてあげる。この順番でね8個の花びらが作りたい、そういう場合は8セット編んでいきます。
ね、今これで3セットできているので、あと5セット同じものを作っていきます。でこれ6個の花びらが作りたいという場合はこれを6セット作ります。2個1つを6セット作っていきます。2個長編み1つ鎖編み、2個長編み1つ鎖編み、この繰り返しでね、自分のお好きな長編みですね、セット作ってみてください。はい、それで今これ7セット目が終わったところですね。終わったので細編みを1つ入れて、でね、最後の方になってくるとだんだんこの間が狭くなってくるので、途中ここをこうキュッキュッて開いてあげて、キュッキュッて真ん中の方にこう端の方にこう寄せていく感じでね、スペースを作りながら編んであげてください。で8セット目、よいしょ。で後ろのねこのピヨンとした毛糸も一緒にね忘れずに編み込んでいってあげて、これで8セット目の2回長編み編み終わりました。で最後、鎖編みを1つ入れてあげて、最初の目にね戻ってきます。ここに入れてあげるんですけれども、この2つでワンセットですね。この一番最初のここに入れてあげたいんですけれども、このね、よいしょ、2本を取りたいんですよね。この2本、よいしょ、こんな感じでちょっとねやっていきます。この糸を引っ掛けた状態から最初の輪っかの始めに、ここにこの上の2本だけをねうまく、なかなか結構ね難しいんです。こんな感じでね、ここだけを取っていきたいと思います。はい、こんな感じで、そうすると最初の目につながって8個、いわゆるこのね長編み、最初のも長編みって数えますので、長編みがね16個、この長いものが16個入っているのを確認して、6個の花びらの方は12個ですね、確認して、これでねここが出来上がったので糸の色を変えていきます。はい、それではここまでいったので、だいたいちょうどいいところでね切って、これぐらいあれば十分ですね。でキュ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 ッと糸を出してきたら、この裏のね間に入れていきます。で間はねどこでも大丈夫です。お好きなところにね、ちょっとねこの毛糸の今使ってる針よりも細い針を使うとねやりやすいと思います。こんな感じでね、見えないところにねどんどんこう隠していってくださいね。よいしょ。これはね決まりがないので、も見えなければ大丈夫です。入れていって入れていって隠していきましょう。よいしょ。結構ねしっかり編んであるので、ね、隠れたらだいたいこれくらいで大丈夫かな。この最初のね一緒に編んできた糸もここでカットします。で今隠してきた糸もね少し入れ込んだのでここでカットします。こんな感じですね。はい。で今作ったこの丸ですね。こっちが裏ですね。こっちが表で、今回はこの赤い糸を使って色を変えていきたいと思います。まず最初の輪っかですね。こんな感じ、糸をくるんで根元を持って糸を引っ掛けて引っ張る。これで輪っかができました。これをですね今こう作っていったんですけれども、この2個ワンセットの間、どこからでもいいんですけれども、2個ワンセットの間鎖編み入れたんで、こう編み目隙間がありますよね。こ
ここから出します。どこでも大丈夫です。2個ワンセット、こっちでもいいですし、こっちでもいいですし、この間からこの間に針を入れて、この輪っかにかけて輪っかを引っ張ってきます。こんな感じで、こっからですね、鎖編み5つ、鎖編みを5個編んでいきます。鎖編みをいきますね。ここから1つ鎖編み、2つ、3、4、5、ね、鎖編み5個できたら、このまままた同じ穴ですね。今出てきた、今入れたここに長編みを編みます。長編みなのでかけて入れる。でこれもね、この後ろのピヨンっていうこの毛糸も一緒に編んでいきたいと思いますので、これを引っ掛けて糸を引っ張ってくる。これね、間違えてね、こっちを引っ張ってきちゃいそうにもなるんですけれども、たまにね、この長い後ろにつながっているこっちを引っ張ってきてくださいね。で3本あるのを確認したら、糸をかけて2本引っ張る。糸をかけて2本引っ張る。これが長編みですね。これで1つ出来上がりました。この穴がこういう三角ができてますね。で次なんですけれども、これは次の隣のこの穴に行きます。隣の穴というのはこの2個ワンセットのこの隣ですね。なので2個を飛ばして、ここ1、2、ここの穴に次入れますね。で、その間ですね、今5個上がって長編み1つ編みました。その隣は鎖編みを必ず1つ入れてあげてください。鎖編み1つ入れたら長編みを入れます、ね、2個飛ばして隣、長編みを1つで、ここから鎖編み2つに1、2で、もう一回長編みを同じところに入れてあげます。同じところに長編み、はい、これで三角2個目できましたね。こんな感じで、次の編み目に行く前には必ず、鎖編み1つで隣の穴に行きます。またこの2個長編み飛ばして引っ掛けて中に入れる、ね、後ろのピヨンとした糸もしっかり持ってあげて引っ張ってくる。で2つで、この同じ穴に入れる前には鎖編みを2つ入れてあげます、ね、鎖編み2つ入れることでこうやってね、三角みたいなこういうね、穴がちゃんとできますので、鎖編みを2つ入れてあげたら、また長編みを同じところに入れていきます。こんな感じでね、長編みを編んだら鎖編みを2つで、同じ穴に長編みを入れたら今度鎖編み1つ、長編みを入れたら鎖編み2つで、同じ穴に長編みを入れてあげたら鎖編み1つ、この三角の上の部分は鎖編み2つで、隣の列に行く時、この2つのね、ワンセットの隣に行く時は鎖編みは1つ。この順番でずっとこうぐるーっと編んでみてください。はい、こんな感じでね、作れました。8個できました。この穴がね、123456788個穴が開いている状態で、これ6個の人は6個この穴がある状態ですね。でここからこれで言うとですね、この穴が、この8個の穴がこれになるんですね。でここから花びらをどんどんつけていきたいと思います。まずですね、これが8個終わった状態、ここから、この輪っか
の中に引き抜いていきます。この輪っかの中、大きいからやりやすいですよね。輪っかの中に針入れて紐を引っ張ってくる。でここから鎖編み3目編みます。鎖編み1、2、3できました。でここから、この輪っかの中にね、それぞれ長編みを7回入れていきます。全部で、今この編んだ鎖編み3目、これを1と数えるので、この穴にはあと6回長編みを入れていってください。こんな感じでね、同じ穴に長編みを入れてあげる。長編みは引っ掛けて中に通して2個引っ張ってくる。2個引っ張ってくる。かけて中を通って2個引っ張ってくる。2個引っ張ってくる。でこんな感じでですね、長編み7個になるように、最初のこの1も数えながら12345、あと2個ですね、かけて引っ張って2個2個かけて引っ張ってきて2個2個で、これで7個、1234567個できました。次は今度隣の穴に行くんですけれども、ここは鎖編みとか一切いらないですね。次につなげていきます。でちょっとね間違えちゃいそうになるんですけれども、この今入れた穴のこのちょっと斜め下というか、ここにも穴があるんですけれども、隣はここです。ここに入れていきます。はい、7回終わったら隣の穴に、ここも、長編みを7回入れていきます。こんな感じでね、長編みを7回入れたら隣の穴へ、7回入れたら隣の穴へっていうことでね、この上のこのね8個のこの穴に長編み7回ずつ入れて、こう一周編んでみてください。はい、こんな感じで8個花びらを作れました。すごい大きくなりましたね。こっちのレースヤーンと比べるとね、こんな感じでね、大きさも結構違います。あとね、この縁を作っておしまいです。もうゴールはすぐそこですね。でこの縁作らないよ、もうそのまま同じ色でやりたいなっていう方はね、糸を切らずにそのまま進めてください。で今回はねこの縁の色を変えていきたいと思いますので、ここでね糸処理をしていきます。でこれを最初の、編み目につなげていきます。こうやって感じでね、鎖編み最初3目で立ち上がりましたよね。123、ここを見ると123個目のところにこの後ろの糸1本だけを取って引き抜いていきます。こんな感じ。はい。で引き抜いたら少し糸をね、残してこんな感じでプツンと切っていきます。でキュ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 糸を引っ張ってきたら、今この、引っ張ってきた穴、入れた穴のところにこの端っこの糸を戻します。入れます。よいしょ、こんな感じで糸を入れていきます。するとねこんな感じになって、でこの糸をねまたねしまっていきたいと思います。これもねお好きなところにねクックックって隠す感じで入れていってくださいね。よいしょ。こんな感じで糸を隠していきます。
ちょっとねザクザクと私はやっているんですけれども、皆さんねもう少し丁寧にはい自分の好きなところにね入れ込んでいって糸を隠していきます。でねちょっと隠れたらこの糸を切っていきます。はい、で最初の方にこう隠したこの糸ですね、ここも出ているので、もしねこれね後ろ編むの忘れちゃったよっていう方はここからでも大丈夫です。ここからね中に入れ込んでって隠してちょっとこれね穴がいっぱいあるので、前から見た時にね見えないような感じでいろんなところにこう編んでいって編み込んでいって、最後こう残ったところをね処理していきます。はい、でこんな感じです。でここで糸の、色を変えていきます。はい、続きましてですね、また糸の色を変えて、今回はこの色を使っていきたいと思います。ちょっとね下のこの台と色がかぶっちゃうんですけれども、なるべくこうズームでアップで撮っていきたいと思いますね。かぶっちゃった。はい、この糸なんですけれども、まず最初のところはね同じくこう輪っかを作っていきます。よいしょ。ね、でこの土台のどこでも大丈夫なんですけれどもね、この一番くぼんだところ、どこのくぼみでも大丈夫。一番このぐんと落ちたところ、ここの間に入れていきますね。これでいうとこの一番落ちているこのなんていうのかな、少し穴があるんですけれども、ここですね。ここに入れていって、後ろからこの輪っかを引っ掛けて取ってくる。こんな感じで一回鎖編みをします。で、この隣ですね、次はこの隣のところに入れて、後ろのこのピヨンとした糸もね一緒に引っ掛けてあげてください。はい、で細編み、あとはねもう全部細編みを入れていく感じなんですね。で、次はどんどん細編みですね。細編みでこの7個、一つの花びらで7個編んでいくんですけれども、7個のところまでどんどん細編みですね。後ろの糸もしっかり引っかかってるか確認しながら、今1234566個なので最後の1個ですね。で7個まで来たらこのくぼみにまたね差し掛かります。このくぼみに来たらこの穴ですね、今編んでる穴の一段下、この割とねこの大きなこの穴に針を入れて後ろから糸をかけて引っ張ってきます。少しキュッキュッキュッって引っ張って長めに引っ張ったら、糸をかけて引っ張る。こんな感じ。これはですね、このモチーフで言うとこの部分ですね。そう、ここがちょっとこう長めにね引っ張るところなんですけど、あとはねもう全部細編みが入っているので、細編みの中にここに差し掛かったらこの長いのを入れてあげる。この繰り返しですね。で次からもまた細編みが始まります。でこの長いの入れた隣がね結構分かりにくいので、ちょっとここ開きながら次の編み目どこかなってこう探しながら、結構奥の方にこう隠れていたりするのでね、ここに入れてあげて、細編み、隣も細編み、ここまた7個やっていきます。細編みを7個編んでいきます。細編みを7個、12345もう1個ですね。よいしょ、7個細編みが1234567個来たら、隣はこの下です。ここに針を入れて引っ張ってきて、長めに引っ張ってきたら糸をかけて引っ張る。
でまた次ですね。ちょっとねこれ今の花びらの編み始め編み終わりのところなんですけど、ここが鎖編みで上がってるのでね、ちょっともしかしたらねどこ編むのかなって分かんなくなっちゃう場合もあるんですけれども、そういった場合はねこっち側から数えてもいいかもしれないですね。こっち側からこれだったらねここかな。これちょっと右のここから1234567ここですね。ここに細編み、細編みでその隣に細編みで隣に細編み、細編み、細編み、12345を6、7、7回できたらここですね、下から通って引っ張ってくる。で引っ掛けて引っ張る。もうこの繰り返しですね。こんな感じでね最後までぐるっと一周編んでみてください。はい、こんな感じでここまで来ました。この最後のですね1234567個細編みができて、最後のこの下ですね、今ちょっとですね糸始末の方をやっていてちょっとブツンって先切っちゃったんですけれども、このまま長く続いていると思ってくださいね。はい、では最後のですねこの下の穴から通してきて引っ張る。これで一周が終わりました。はい、で最後なんですけれども、ここにつなげますね。この最初の立ち上がりのここに引き抜きたいんですけれども、この裏からですね、裏からこの糸をかけて後ろに糸を持っていきます。よいしょ、一回いきますね。この紐をかけたら後ろに引っ張っていきます。でですね、ここで、糸を切ります。ちょっと早まって切っちゃったんですけど、ここで糸をプツンと切って、キュ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 って引っ張っていきます。でですね、ここのここですね、ここにこんな感じで後ろから糸をかけて後ろに持っていく糸で、こんな感じでできました。完成です。はい、こんな感じでね。でこの長い糸ももちろんこの後ろにねどんどん隠していきます。どこに入れようかなということでね、よいしょ。でちょっとねこう穴が隙間があるので、隙間からこの糸がね覗かなければ大丈夫です。糸を入れて、もうねほぼほぼ完成ですね。よいしょよいしょよいしょ。で先ほどのね一番最初の方の糸ももしね一緒に編むの忘れちゃったよっていう場合はここね、これも中に入れてってあげてください。はい、こんな感じで余った糸は切ります。こっちも切ります。はい、じゃあこれでですねできました。完成です。今回はこんな感じでアフリカンフラワー作ってみました。すごい大きいですよね。これだったらこう四角にしてね、本当にブランケットとか自分のお洋服とかも作れますし、皆さんいろいろね試してみてください。これはレースやん、こっちは
アクリルの毛糸で編みました。またね、色を変えても可愛いと思いますし、ぜひ編んでみてください。はい、今回もここまでお付き合いありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。